皆さん、こんにちは。ファラムチャンネルです。今日のファラムチャンネルは、朝鮮王朝シリーズでお伝えしていますけども、19代の王様であります、スクチョンについてお話を進めていきたいと思います。スクチョンはですね、1661年に生まれて1720年に亡くなっています。そして在位はですね、1674年に王様になって、1720年という46年というですね、長い期間をこの朝鮮を治めた王様でありますので、かなり長い期間、そしてこの内容自体もですね、かなりボリューム的には長いものとなっておりますので、ご理解いただきたいと思います。今日のですね、テーマとしましてはですね、まず、ファング政治というですね、政治、それから、法統と闘争というですね、闘争を中心としたこの歴史の流れについてお話をして、そして朝鮮中期後期の社会全般のですね、内容も含めて今日は見ていきたいと思います。ファナムチャンネルでは韓国の歴史、そして文化の解説をしております。それから韓国現地のですね、史跡や、そして歴史的な観光地などを巡って、そして配信をしております。それから第2チャンネル、トークチャンネルはですね、ファナムブログも始めましたので、そちらも関心がありましたらご覧いただきたいと思います。それから10月の30日ですね、土曜日なんですけども、こちらでですね、オンラインで交流会をしていきたいというふうに思っています。こちらはその歴史とはですね、関係抜きにして、単にですね、言葉のやり取り、交流ということで、目的にしておりますので、もし関心がありましたらですね、LINE のアカウントにですね、登録していただいて、そして参加していただくというような形をとっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のですね、内容の目次ですけれども、簡単に申しますと、スクチョンの王権強化ですね、それからファング政治とは何かですね、そしてその関係する王妃との関係ですね、それから民政の安定、そして経済発展、そしてチャンヒビンですね、先ほどのこの王妃と関係がありますけれども、チャンヒビンと、そして中任ですね、その内容についてお話をして、最後にソン・シヨルという学者ですね、学者と朱子学について最後まとめていきたいと思います。でまずですね、このスクチョンの王権強化ということなんですけども、スクチョンのこの統治の時代、先ほども46年間ですね、在位したと言いましたけども、このスクチョンはですね、幼い時からなんていうんですかね、もう王様として決められていたというですね、結構それでも朝鮮のですね、王様の中でも珍しいそういった王様でもあるんですね。それを正統的な王様というんですけども、そういった正統的な王様として生まれて、そして育っているので、その在位だけでもなくてですね、本当に長い間、この朝鮮のですね、政治、そして社会というものをよくよく見ながらですね、生きてきた、そういう人であるとに考えられますね。そしてこういったこのスクチョンの長い期間の中で一番のこのテーマっていうんですかね、目標にしたのはこの王権強化なんですね。この時代はですね、闘争争いっていうんですかね、その派閥争いがかなり激しくなってきたと。そういう意味では王様を抜きにしてこの派閥争いがですね、起こってくる可能性がありますので、逆にですね、このスクチョンはですね、その派閥争いを利用して、そしてこの王様の権力をですね、強くしていくというような形を取ったんですね。これは後で申します、ファングというですね、政治を行うそのきっかけになっていくわけですね。1674年ですね。こちらの1674年に14歳で即位しているんですね。で6歳でもうすでにですね、王世子、ワン世者、韓国ではワン世者というんですけども、そういった皇太子の任命を受けていくわけですね。そういう中で王様が幼い時にはですね、帝王学とかですね、儒教もね、含まれますけども、こういったものを学んでいきながら、幼い時に即位していると。11歳でもうすでにですね、姫様が
指定されていくというようなところでですね、スロンチョンジョンという、このお母さんとかですね、それからおばあさんにあたる方が、政治を助けていく、本来はですね、行くんですけども、もう14歳の時点でですね、こういったこのスロンチョンジョンというですね、ものを補佐するですね、人を置かなかったというところも特徴的であります。1559年、ちょっと遡るんですけども、私の動画にも上げてありますけども、インジョの時にですね、1559年のこのインジョの時にですね、インジョが亡くなることによって、霊相論争というものが起こります。これはインジョの服務機関ですね、機関をどういうふうにするのかによってことでですね、かなりその論争が激しくなっていったんですね。1年にするのか、それとも3年にするのかというところで、この院長自体がですね、正統的な王様っていうんですかね、そういうものではないというところから発してですね、そして、この1年にするのか、2、3年にするのかというですね、論争によって、聖人派ですね、こちらに書いてますが、聖人派、西の人ですね、それから南人派ですね、南の人と書きますね、この派閥同士がですね、こういったこの服務機関を元にしてですね、かなり激しく争っていったわけですね。聖人というのはこの今のソウルですね、首都の中でも西に住んでいた人々を表していましたね。南人というのはその都市の中でもですね、南の方に住居を置いていた人を表していたんですけども、それがどんどんですね、この立場の違いっていうんですかね、考え方の違いによって、派閥争いが深まっていくと、政治論争ですね、それが与党と野党というんですかね、分かれていくんですけども、1674年にインソン王妃ですね、このインドのお姫様が亡くなっていくんですけども、この時もですね、こういった霊相論争ですね、が起こっていくんですね。で、これによってどちらが聖人派が主権を取るのか、南人派が主権を取るのかということで、この決定していくんですけども、この時は実際にはですね、南人派がこの主権を取っていったということなんですね。先ほども言いましたけども、この聖人派の代表が、ソン・シオルというですね、前回のビデオにもちょっとですね、登場していますけども、ソン・シオルという学者ですね。この方が、韓国ではですね、かなりの学者としてですね、この理論というんですかね、こういったものを立てたということで、とてもこの尊敬されている人物でもあります。それからホモクというですね、南人を代表としたホモクですね、こういった人がですね、この霊を中心として争っていきながら、最終的には南人派がですね、主権を取っていくわけなんですね。こういった中でですね、このスクチョンはですね、こういった南人派をバックにして政治を行い始めたんですけども、かなりこの南人派がですね、勢力を大きすぎる、拡大しすぎたというところで、ある時ですね、このホジョクという人がですね、このユアーク、韓国でユアークというんですけども、イアークというですね、幕ですね、この何かパーティーをするんですね、時の食事をする時のこの王様だけしか使わないようなそういった特別なものの幕をですね、持ち出して自分勝手にですね、使ったというですね、それが南人派のホジョクという人なんですね。ちょっと今漢字は見えないんですけども、でこちらですね、ホジョクですね。で、この人が、そういった行動をしたということは、王様を抜きにしてですね、王様を無視して、そして行動したということを言いがかりにつけてですね、そして南人派を失脚させるというですね、そういうことを行いました。そうすることによって、今度は聖人派がですね、この政治の舞台に躍り出ていくというようなところで、南人派から聖人派に移っていく、こういうことをですね、ファングクというですね、韓国語でファングクというんですけども、政治のこの政権を王様の手によって変えて、そして粛清までしていくというところで、なんとですね、この期間ですね、粛清によって処刑された人人数ですね、100人以上いるっていうんですね。
その名簿がこうあるんですけども、そういった多くの人がですね、粛清によって命が失われていくと、それだけではなくて、流敗とかですね、もう職を失ったりとかですね、そういったものを含めたらもう何千人という人が、このファンですね、よって、大きなですね、なんていうんですかね、自分の地位を追われていくというようなことがなされていったわけですね。1680年にこういったことを行いました。そして政治派においてもですね、ローロン派、こちらですね、ローロン派と小論派に分かれていったと。ローロン派というのは漢字通りですね、ちょっとこう年を召したですね、経験がある、ちょっと強硬派の人ですね。小論派というのはちょっとこの、強硬派とはちょっと違う意見を持ったですね、若い人を中心とした派閥にですね、分かれながらですね、後々そういった派閥もですね、こう論争になっていくわけなんですね。で先ほどのですね、先ほどのこのファングですね、こちらのファングと書きましたけども、政治と、そして今度はそれがですね、王妃の、位ですね、即位とも関係してくるわけなんですね。それが1680年に、このインギョン王妃、もともとのその一番の、王様の王妃ですね、が、子供がいなかったんですけども、子供がいない中亡くなってしまったということですね。こちらにスクチョンがいますけども、でそんな時にですね、この南人派は、この政治派からですね、なんとか政権を奪いたいということでですね、この王妃というのは側室、要するにこの王宮の中のですね、女性を利用していくというようなところになっていくわけですね。それがなんとですね、ドラマにですね、韓国のドラマによく登場する、チャン・ヒビンというですね、ちょっと漢字今、これ逆ですけども、チャン・ヒビンですね。このチャン・ヒビンが登場してくると。で、チャン・ヒビンはですね、後でまたお話しますけども、中印というですね、ヤンバンとこの普通の民衆とのですね、間ぐらいの、要するに、通訳者とかですね、それから弁護士とか法律官とかですね、そういった人の部類の家柄に、生まれた人ということなんですね。で、チャン・ヒビンを見てですね、とても綺麗だったっていうんですけども、スクチョンはですね、惚れたということで、このチャン・ヒビンを、とですね、近づくことによって、結局はですね、ユンというですね、子供を産んでいくわけですね。で、スクチョンにはですね、もともとですね、このインギョン王妃からイニョンワンフというですね、王妃ですね、王妃がいたんですけども、実はですね、このイニョン王妃がですね、イニョンワンフが子供がいなかったんですね。そんな中でこのチャンヒビンが子供が生まれたことによって、なんとですね、このユンを王の皇太子、ワンセジャですね、皇太子にしていこうという、そういう、なんていうんですかね、これも南人派のですね、企みでもあるんですけども、そういったことを主張しだしたわけですね。そういう中で、やはり成人としては、黙っていられないわけですね。孫子よりを中心としたですね、学者が中心となってですね、王政史ですね、ワンセジャー法の問題に対してですね、文句を言ったというところで、今度はですね、スクチョンは聖人派を粛清してですね、そして南人派をその政権につけた、これがですね、キサ・ファングというですね、1689年なんですね。そしてソン・シオルというですね、学者をですね、なんとこの薬を与えて、死刑するというようなところでですね、聖人派を失脚させていくわけですね。なんとそれと同時にですね、このイニョンワンフという元々の王妃もですね、廃妃、廃妃というか、韓国でペイビというんですけども、この王宮から追い出していくというようなところで、本当にこのガラッとですね、こういった政権も変わりつつ、そしてこの王妃までもですね、下ろして、そして新しく王妃にさせ、チャンヒビンが王妃となっていくわけなんですね。で、そんな中でですね、このスッピンチェイ氏、このちょっとピンク色で書いてますけども、スッピンチェイ氏がですね、現れてくると。で、このスッピンチェイ氏がこのドラマ、このですね、トンイというですね、ドラマがありますけど、トンイが、要するにこの、スッピンチェイ氏なわけですね。スッピンチェイ氏が、この
ペイビとなったですね、イ・ヨンアンフをもう一度王妃にした方がいいんじゃないかというふうにしてですね、スクチョンに近寄っていくわけですね。スクチョンはそれも聞いて、確かに自分が行ったことはちょっと後悔しているというようなところで、どうでしょうかね。スッピンチェイシもう好きになったということもあると思うんですけども、そういう中で、子供が、クンというですね、子供が生まれ、これが、後の四女ですね、王様になっていくんですけども、そして、なんとですね、このペイビ、姫から一度下ろした姫をですね、もう一回ですね、改めて復位していくというようなところなんですね。で、この復位もですね、1694年に復位していくんですけども、その背後になんとですね、やっぱり聖人派ですね、野党のですね、聖人派が、聖人派と西の人ですね、聖人派が、やっぱりそういった復位をすることによって自分たちが政界にもう一回ですね、戻っていこうとするそういう動きからあったというのも言われているんですね。復位しました。じゃあ、イ・ニョンアンフが今度はまた王妃になってくるわけですね。チャン・ヒビンはまた降ろされてくるというようなところで、やはり恨みが積もってくるわけですね。そういう中で、なんとチャン・ヒビンはですね、この呪詛ですね、韓国ではこうやって人形をですね、その人に当ててですね、そして呪いをかけていくというところが、とてもあまり良くないというようなところで、今も韓国はですね、この人形というのはですね、あまりよく思われてないところがあるんですよね。そういうところが来たかもしれないですよね。で、呪詛というですね、ところで、なんとですね、イ・ニョンアンフが1701年に亡くなるわけですね。それを知ったスクチョンはもう怒り心頭になってですね、このチャンヒビンを、薬を与えてですね、そして、死薬と言いますけれども、死刑を宣告していくというような悲劇が起こってくるわけですね。これが1694年前ですね、死去の前ですから、カプスル・ファングクといって、聖人派が今度はですね、もう一度この世界に、踊り出ていくというところで、3回ですね、3回このファングクですね、政治を行っていったわけなんですね。王妃を含めた、そういった事件ですね。で、このファングクというですね、政治3回ありましたけども、そういったことは、結局はですね、結局、先ほどもちょっと申しましたけども、このスクチョンの、ある面ですね、派閥争いを利用しながら、自分の王権を強化していくという、手段に使ったとも言われているんですね。結局これはですね、その自分たちの派閥がなんとか王様に認められることによって政治の舞台に上がってきますから、王様が中心にならざるを得ないわけですね。そうすることによって中央集権を図ったとも言われていますね。それと同時にですね、この時代にかなりその経済的にもですね、この安定した、例えば大同法ですね、こういったものを全国に拡大して、そして税制をですね、整えていって、そして民衆の暮らしが安定するようにしたということなんですね。それからもう一つ、貨幣をですね、こういったサンピョントンポーですね、という貨幣、こちらに写真がありますけども、貨幣を導入することによって、商業がですね、活発化していくというところであったわけですね。後々ちょっと話しますけども、こういったところからですね、商人がですね、どんどんこのお金を蓄えていって、大商人、大きなですね、富豪が生まれてくるというところですね。ハンガンとかですね、プサンとかですね、そういった大きな川とか、海があるところですね。そういったところがですね、大きなこの市場ができたりとかするんですけども、こういったところから政治家とですね、やっぱり今と同じですよね。このお金とですね、癒着しながらですね、そしていくという、小売菓子なんかもですね、増えてきますから、貧富の差が出てくるというところですね。で、政治家と癒着することによって、やはり先ほどのファングクもですね、政治家同士の争いというより、その背後にですね、商人ですね、大きな商人とかですね、お金を蓄えた富豪が、やはり、動かしていったというところが、また大きなですね、社会の変化の中で起こった内容であるとも言われていますね。それから、スクチョンはこの外交においてもですね、かなり神経を使ってですね、北方のこの、防御ですね、そういったものを低海域というものですね、ペクト山という大きな山ですね、北朝鮮と、境界線、中国の境界線、今ありますけども、そこにですね、火を設けて境界線を設けたりとかですね、それから、朝鮮
通信誌ですね、3回ですね、1782年と1711年、1719年の、こういった3回に及んでですね、朝鮮通信使を派遣しながら、日本とのこの貿易ですね、を和漢というですね、プサンにあったんですけども、大きなですね、町、日本の町ですよね。そういったジャパンタウンを設けながら、そこにですね、そこだけにですね、日本のその商品をですね、行ったり来たりさせていくというようなところで、かなりそういった日本との貿易も独占しながらですね、大きなその商的な発展を、経済的な発展、安定をですね、成し遂げていったというところが注目されると思います。はい、そして、このチャンヒビンと中任という内容なんですけども、先ほどのこのチャンヒビンですね、もともとはチャン・オクチョンというですね、名前だったんですけども、この宮中に入ってですね、そして、スクチョンとですね、こういう、王妃というところまで上り詰めていったんですけども、このドラマとかでですね、かなり悪女とかですね、すごくこの悪いイメージがあるんですけども、実際にはですね、この背景を見るとですね、面白いことに、チャン・ヒビンというのはこの中任の出なんですね。中任というのは、ヤンバンではないんですけども、それでもかなりとですね、地位があり、そしてなんとですね、この地盤がですね、家のこの家計がですね、すごくこの豊かであって、お金持ちだったというんですね。そういった背景があったがゆえに、南人というですね、南人派がやっぱり近づいていって、そしてチャン・ヒビンとこう結託していくというようなところがあってですね、背景を見るとですね、今日お話ししたかった内容の一つ、この通訳者なんですね。韓国ではこういった約漢というですね、訳というこの漢字を書きて、そして漢と書いてますけども、こういった人がですね、この当時、とても貴重であったというんですね。なぜかというと、外交において、朝鮮通信使もそうですけども、商売する商人をですね、貿易するにも、やはり言葉ができないとなかなか難しいわけですね。ですから、こういった人がですね、とってもこの、重宝されたというんですね。通信使、日本にいたとしてもですね、やはり通訳がいなければ話にならないわけですよね。私はやはりたまにですね、こういったこの通訳というものをしますけども、やはり感じるのはですね、そういった通訳士の、大切さっていうんですかね、一言一言によってですね、やっぱりそのお互いのその、関係がですね、近くもなったり遠くもなったりするということがとても大切だというふうには感じているんですけども、やはりこういったですね、その当時も、中国語ができる、日本語ができるとかですね、いうことにおいて、そういった政治家と、そして商人と結びついていくというところでお金持ちになっていった、その家系がですね、なんとチャン・ヒビンであったというところなんですね。で、チャン・ヒョンというですね、チャン・オクチョンのチャン・ヒビンの、おじさんにあたる人がですね、多くの富を築いてですね、権利を独占していったと、情報もですね、やはり収集するそういった能力もあったので、そういったところから南人がチャン・ヒビンに近寄ってですね、チャン・ヒビンが、スクチョンとですね、こう近寄っていくというような背景があったということをまず、知ることが必要だと思います。そして最後にですね、ソン・シオル、何度も何度もソン・シオルですね、前回もソン・シオルというですね、お話をしましたけども、ソン・シオルというですね、これは韓国では有名なのはですね、北伐論ですね、北のその今のですね、この異民族によって滅ぼされた、そういったその北をなんとかこう、やっつけようというようなですね、形ですね。やはり、屈辱的なですね、そういったインドがですね、ものをですね、体験したがゆえに、それをなんとか復讐したいという思いがですね、あったというのがあるんですけども、実際はもっともっと深いところにあるんですね。実は孫子よりはですね、この孫子という名前ですね、死後こういった名前を付けられているんですけども、儒教ではこの子供ですね、子供の子という字がつくとですね、最も高い身分、その位になるというふうにも言われているんですね。こういったですね、聖人という同格だというふうなことでですね、とても崇められてはいるんですけれども、それだけではなくてですね、たくさんの書籍ですね、を残して、孫子手順ですね、大全というものを215巻を残していったりとかですね、それからこの朝鮮王朝新録、朝鮮王朝実録ですね、朝鮮王朝のその方々が、記録されているところにですね、なんとですね、3000回、このソンシオルという名前が出てくるぐらいですね、本当に多くのですね、
事件、事件というかですね、そういったものを事件にですね、加担しているというところでですね、有名であるというですね、実際に北伐論を主張してはいるんですけども、ヒョンジョンですね、ヒョンジョン、前回ですかね、ヒョジョンですよね、ヒョジョンとのこの、密会によってですね、なんとかこの北伐をですね、実現したいというところであったんですけども、なんとこのソン・シオールはですね、そういったこの北伐論に対しては否定的だったというんですね。どっちかっていうと、もっともっとですね、民衆にその教えを強化して、そして、この国内をですね、安定させることが重要だということを唱えたみたいなんですね。で、彼の元々の考え方はですね、明とか宋の時代のそういった時代の学問的なもの、朱子学ですね、を朝鮮がですね、それを受け継いだ、小中華であったというふうに信じていたというんですね。朝鮮こそがですね、中華だというふうに自負を持っていた、プライドを持っていたというんですね。ですから、この服喪の期間ですね、先ほども申しましたけども、この服喪期間においても、原則的なことしか言わなかったというんですね。原則以外はダメだと。王様だったとしてもですね、この朱子家令をもとにして、期間を決めないといけない。ということは、次男だから1点だというところなんですね。あくまでも、韓国では少子と言うんですけども、こういったことで、とてもこの原理原則というものを、儒教のですね、を貫いていったというところなんですね。で、なぜなのか。これがですね、時代背景と全くですね、この重なる部分であるんですけども、この17世紀なんですね、後期に入るその窓口の時にですね、どんどんこの身分制とかですね、秩序というものがどんどん崩れていったというところなんですね。そうすることによって、儒家たちですね、この学者たちはです、それを憂いでですね、明文論とかですね、伝統重視に重きを置いていったというところで、異端というものを蔑視していくんですね。ですから、この聖人派というのはどっちかというとですね、この原則、趣旨を中心としたものだけにですね、取られていくと。南人はどっちかというと、時代の背景によっては、柔軟にですね、捉えていこうというところがあるんですね。ですから、どんどん先ちょっとこの後期にもっと後に行くとですね、キリスト教が入ってきますけども、南人派はキリスト教もですね、受け入れていくというようなところなんですね。そして、このユン・ヒョンというですね、学者とですね、交わっていたんですけども、この朱子学の解釈によって、亀裂があってですね、そして意見が対立していくというようなところで、分裂はしていくんですけども、やはりこういったこのソン・シオールとしてはですね、この例外はないというところでですね、原理原則を貫いていくことによって、民衆がですね、収まっていきますし、そして何よりもこの朝鮮がですね、小中華であるというところのプライドは絶対に捨てないというところがありましたね。この朱子大善というですね、この書物の中にですね、1600のですね、注釈を、持って、解釈をですね、注釈を、持っていっているわけなんですけども、こういったことからもですね、この朱子学に絶対にですね、この曲げないというようなところでですね、自分の主張を貫いていったんですけども、最終的にはどうなったかというと、試薬というですね、薬によって死刑されていって、そして死んでしまうんですけども、実際には83歳まで生きたと、長い間ですね、長生きして、そして学問に携わった人であると言われていますね。この時代背景ですね、を見るとですね、この朝鮮儒教の2000年というですね、この本、こちらの映像にもありますけども、ちょっとですね、参考に、カン・ジェオンというですね、先生の内容なんですけども、自分たちのですね、党をですね、君子の党とですね、自称し、そして反対の方ですね、派閥はですね、これは精進の党であると。だから、排除しなければならないというですね、そういった形でですね、とてもこの闘争がですね、激しくなっていったというところですね。
そして65年間ですね、間はですね、もう説明にも煩わしいほど、党派間の中傷とかですね、誹謗があまりにも多くですね、そして、闘争がですね、盛んに行って、そして、朝鮮儒教史から切り捨ててしまいたいほど、汚辱のですね、歴史であったと、私は考えると述べていますね。ですから、とてもこの、なんていうんですかね、この時代においてはですね、この衝動ですね、が、徐々にこう発展してはいくんですけども、しかしながらですね、こういった論争が激しく行われることによって、朝鮮時代の中でもですね、かなりのこういった犠牲者っていうんですかね、死刑があったりとかですね、本当に悲惨なそういったこの結果が出てしまったというところも否めないかというふうには思います。しかしながらですね、こういったところからですね、やはり朱子学というのをとても重要視しながらですね、そして、理論は理論なんですけども、こういったものをぶつけ合いながらですね、そして発展していくというところもあったんじゃないかと思います。やはりいつの時代もですね、こういった教えというですね、イデオロギーですね、正統と、そして異端というですね、キリスト教もそういうところがあるとは思うんですけども、やはりそういったところからですね、分派とかですね、派閥というものが出てくるのはしょうがないことかとも思いますね。今後もですね、こういったこの闘争というものがですね、政治、経済に影響を与えていくというところが注目すべきないかと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。今後ともですね、こういった形で韓国の文化歴史、そして歴史の史跡などをですね、紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。